こんにちは、盆栽職員南俊です。今回は1月の盆栽の管理について皆さんにお伝えしたいと思います。まず小白ですね。小白はもう12月に引き続きっていう感じなので、そんな1月はやることないかなと思います。針金掛け引き続き頑張りましょう。で、赤松に関してはちょっと折れやすいっていうのもあるので、赤松は針金はちょっと避けた方がいいかなと思います。小白に関しては1月何かやんなくちゃっていうことはそんなないかなと思います。臓器なんですけども、どちらかというと臓器の方がやることが多いというか、お伝えすることが多いかなと思います。室入れって僕たちは言う、専門用語なのかな。松は聞いたことないですよね。ないですね。室はわかるんですけど。室はわかる。室入れっていうのがあって、簡単に言うと室内に盆栽を移動させるっていうことなんですけど、地域によっては本当12月からもう室入れした方がいい地域もあるとは思うんですけど、1月にはもう最低でもやっといてくださいっていうところで、これ全部臓器をじゃあ室に入れるのかって言ったらそういうわけじゃなくて、寒さに弱い木ですね。これ今金図があるんですけど、金図は柑橘類なので、できれば室入れ部屋の中に入れてください。南国系の木ですね。暑さには強いけど寒さに弱いっていう面があるので、そういうのは室に入れる、部屋の中に入れるっていう風にして保護してあげてください。そうじゃないと霜に当たって弱ってしまったりとか、そのまま枯れてしまうとかっていうこともあるので、今自分のお持ちの盆栽がこれが室入れした方がいいのかっていうのも調べていただけると、出てくるとは思うので、それを調べて移動させるっていう風にしていただけたらと思います。部屋の中に入れるのにどこに置けばいいですか？ただ注意点として、やっぱ皆さん暖房を使うと思うんですよ。で、暖房の風が直接当たるとやっぱすごい乾燥してしまうので、その暖房の風が直接当たるの場所は避けていただければ大丈夫かなと思います。窓際とかでも別に？窓際とかでも大丈夫ですね。あとはどうしてもやっぱり日にも当たんないし、冬場で根も休眠してるので、乾きもちょっと鈍くなるんですよ。なおさら外にいる時よりも。で、そこで皆さん水をやり忘れて弱らせてしまうっていうこともあるので、水はちゃんとあげてほしいんです。なのでしっかり観察をして、外にいる時とはまたちょっと環境が違うので乾き具合も変わってくると思うんですけど、それも観察してあげて、ちゃんと乾いたら水をあげるっていうことを、なので水と、あとは暖房の風が直接当たらないという、そこは気にしていただければなと思います。たまには火に当ててあげた方がいいなみたいな気持ちになるけど、例えばお昼外に出すとか、そういうのはしなくていい？別に無理してしなくてもいいですね。でもしてもいいんですけど、環境がすごく変わるじゃん。例えば部屋の中暖かいし、昼とはいえやっぱ寒いし、もう変えない方がいいのか。そうですね。できれば変えない方がいいですね。観葉植物とかもやっぱりあんまり中に置いてるものを外に出すと急に枯れたりするから、あんまりいかんのかなって。寒暖差をあまりつけてしまうと負担はかかってしまうと思うんで、一回室入れしたらそんな出さずに、部屋の中の涼しいところに置いとけばいいみたいな感じ？僕の経験上ですけど、夜中寒いじゃないですか、外は。部屋の中も僕暖房つけてなく、もう何の環境も変えずにっていうか、温めもせずっていうところでも全然大丈夫だったんですよ。なので無理して暖房をつけなくちゃいけないとかいうわけでもないし、普通に部屋の中に入れといていただければ、もうそれだけでも全然いいかなと思いますね。玄関とかでもいいですか？玄関とかでも火に当たらない。そう言われるとあれですよね。玄関ってほら人の出入りがあるじゃないですか。で、空気が循環するというか、外の空気もバッて入ってきたりするじゃないですか。そう考えると玄関じゃない方がいいかもしれないですね。いろいろあるじゃない。玄関、廊下、リビング、キッチン、寝室とかいろいろあると思うんですけど、どこがベストですかね？そうっすね。なるべく環境が変わらないところがいいですよね。さっきの玄関で言えばやっぱり外気が入ってきやすいですよね。そうっすよね。キッチンはないにしても寝室とかリビングとかの窓際とかでいいかなと思いますね。で、エアコンの風が当たらなければそれをいつぐらいまでしとけばいいんですか？暖かくなるってちょっと抽象的なんですけど、3月ぐらいまでは少なくとも我慢していただいた方がいいかなと思いますね。
まあこれも地域によりますけど、まあ最低でも3月ぐらい。霜がなんか降りなくなるぐらいまでとか。まあまあそれはありますね。霜でやられちゃったりするんで、冬終わるぐらいまでって感じ。そうですね。アバウトな言い方はそうですね。であと小枝が多いモミジとかカエデとかもちょっと怖いんで、そういうのも室入れした方がいいかな。一番強いのはやっぱ針葉樹なんですよ。松系。だから心拍も強いですけどね。でその次が落葉樹。これはモミジとかカエデとかそうですけど。で最後に常緑の木なので、まあ常緑のものはなるべく入れといた方がいいんじゃないかなっていうふうに覚えておけば分かりやすいかなと思います。あとこれは室入れとかではなくて、全体的なことに関する外にある盆栽、当然水やりすると思うんですけど、水やりを夕方以降にすると夜中に氷点下になって鉢の中の水が凍って鉢が割れるっていうことがあるんですね。で水がこう凍って、鉢の中が膨張して鉢が割れてしまうっていうことがあるんで、できれば夕方以降に大量に水を与えるってことはしないでいただきたいので、まあお昼頃までには水やりは済ませていただければなと思います。あ、ごめんなさい、1個忘れてました。これ一番大事なことかもしれないですけど、これは1月といえばですね、京都で画風展があるんですよ。これ映ってるかな。画風展があります。どこであるんですか？京都の都メッセであるんです。1月6日からあるんで、これ1月にやることとしてはもう最重要項目というか、はい、これに来るという、それに行くという、はい、行くという、はい、僕も松も行くんですけど、はい、ここで初めてのライブ配信をね、はい、やってみようかなということで、はい、これはもうマストっていうか室入れ云々じゃなくそっちがおまけのはずなんです。こっちはおまけですね。そうですね。新年早々ではあるんですけど、やっぱお正月っていうか、新年明けて自分の家にある松を見てもいいですけども、こういうところで素晴らしい盆栽をたくさん見てもいいかなと思うんで、とても縁起がいいので、いい1年のスタートになるかなと思います。のでぜひ皆さん遊びに来て、僕たちを見かけたら声かけていただければ大変嬉しく思います。お願いします。お願いします。そんなところですかね。ということで皆さん1月はぜひ画風展でお会いしましょう。違う。1月にやることで。あ、そうです。で1月にやることとしてはメインが室入れ。これはもう12月からやってる人もいると思いますし、1月にはもう絶対やっといてほしい。じゃあ次回は2月の盆栽の管理についてですね。またそこでお会いしましょう。はい、それではバイバイ。